勇気と愛の物語。昔々、スペックという国にスナメオヒーという子供がいました。生後7日目に両親は行方不明となり、通りすがりの老齢の養蔵と富江という人に草むらから拾われ育てられました。養蔵と富江は貧しいけれど、一生懸命その子スナメオヒーを育てました。スナメオヒーとはスペツク語で温かい心を持つ者という意味です。スナメオヒーは幼い頃からとても変わっていて、誰の言うことも聞かず、養蔵と富江をとても悩ませました。貧しくて学校に行くこともできず、いつも学校の窓の外で聞こえてくる授業を聞いて勉強していました。朝早く暗いうちから起き、年老いた養蔵と富江を助けるため畑を耕し、水を汲みに川に行き、富江がご飯を作るのをいつも手伝っていました。ある日、彼らの住む村から村の共同管理費がなくなりました。村の人々は理由もなく彼らを疑い追放しました。スナメオヒーが9歳の時でした。彼らは遠く離れた国ペンペアに行き、そこでゴミ拾いやトイレ掃除の職に就き、なんとか暮らしていました。ペンペア国にたどり着いた後間もなく、年老いた養蔵ががんでまともな治療も受けられず死亡しました。ほどなくして妻の富江も同じようにがんで亡くなりました。スナメオヒーは12歳でした。誰も頼れなくなったスナメオヒーは一人で精一杯働きましたが、文字も読めず書けず、みんなから蔑まれけなされ嫌がられながらも懸命に働きました。心には決して人の迷惑になることをせず、正しい心に従い生きていきなさいという養蔵と富江の教えに従い、仕事に励みました。彼の深く傷ついた心を救ったのは、同じようにさまよっていた猫のタマコと犬のエルでした。実はこの2匹の犬猫は、魔法の動物の森が悪魔の攻撃により滅びかけた時、魔法の森の勇者チャチャとニャンジローにより現実の世界に時空の扉で命からがら逃された徳の高い指導者の娘と息子でした。魔法の動物の森はかつて平和で美しい場所でした。しかしある日突然悪魔の軍団が襲来し、森を滅ぼそうとしました。勇者チャチャとニャンジローは森の住民を守るために必死に戦いましたが、力及ばず、幼いタマコとエルを現実の世界に逃がすしかありませんでした。幼くて昔のことを何も覚えていない猫のタマコと犬のエルは、天真爛漫なスナメオヒーの心の美しさを感じ取り、自然と彼と行動を共にするようになりました。やがてスナメオヒーは18歳になり、その国の大商人の娘ミーチに恋をしました。しかしミーチは幼い頃から裕福な家庭で育ち、貧しい人々に対して偏見を持っていました。彼女の両親もまた貧しい人々を見下していたため、スナメオヒーが彼女に近づくことも許しませんでした。ミーチ自身もスナメオヒーの純粋な心に惹かれつつも、社会的なプレッシャーに屈して彼を拒絶してしまったのです。しかしミーチは窓の外を見つめながらスナメオヒーのことを考えていました。彼の純粋な心に惹かれながらも、社会的なプレッシャーに屈して彼を拒絶してしまった自分を責めていました。どうして私はと涙が頬を伝いました。彼女の心の中で
スナメオヒーへの思いと家族の期待との間で揺れ動いていました。しかし何も縁故のない彼はミーチの両親からまたその国を追放されました。そして猫のタマコと犬のエルを従え放浪の旅に出ました。スナメオヒーは放浪の旅の中で多くの異国の人々と出会いました。彼は彼らの言葉を学ぶことに興味を持ち、毎晩キャンプファイヤーのそばで新しい単語を覚えました。昔彼はペンペアの市場で出会った老人から古い書物を購入しました。その書物には4つの異なる言語が記されており、スナメオヒーはそれを手がかりに言語を習得していくのです。夜、放浪の旅のキャンプファイヤーの明かりの下で、スナメオヒーはその書物を広げました。彼の隣には旅の途中で出会った老人が座っていました。この言葉はこう読むんだよと老人が優しく教えてくれました。スナメオヒーは一生懸命にその言葉を繰り返しノートに書き留めました。彼の目には力強い決意の光が宿っていました。7年の放浪により彼は4カ国語を自由に読み書き話せるようになり、また並外れた体力と知性により事業を起こし大成功し、幼い頃捨てられたスペック国に戻りました。驚くことにスペック国は悪魔の軍団に支配され、住民たちはとても困っていました。彼は住民を組織し、悪魔の軍団と戦うことを決めました。戦いは困難を極めました。その時初めて猫のタマコと犬のエルが自分たちの魔法の能力に気づき、能力をフルに使いスナメオヒーを助け、悪魔の軍団を退けました。その後、その国の首相がスナメオヒーに頭をしんしんと下げ、お礼の言葉を述べ、さらに驚くことを告げました。スナメオヒーの両親は行方不明ではなく、彼の父は遠く離れたアンペア国の大統領でした。突然のクーデターで命からがら逃げてきて、また捕まり捕らえられた時、スナメオヒーをなんとか草むらに隠したのです。しかし再び内乱が起こり、スナメオヒーの両親が無事大統領に復帰し、その後スペック国にスナメオヒーを必死に探しに来たのです。しかし見つからず、失意のうちに国に戻りました。もしスナメオヒーが戻れば必ずこのことを伝えてくださいとその国の人たちに告げました。スナメオヒーは大変驚きました。しかし彼はペンペアの国も悪魔の軍団に襲われ窮地に陥っているとのことを聞き、スナメオヒーたちは両親の待つ自らの国に戻らず、昔好きだったミーチがいるペンペアの国を命を懸け救うため急いでペンペア国に向かいました。ペンペアの国は悲惨な状態でした。スナメオヒーたちは旅の途中で知り合った勇敢な人々や魔法の動物たちとペンペアの国に戻り、密かにチュゲの人々と連絡し合い、悪魔の軍団に果敢に立ち向かいました。しかし悪魔の力は絶大で、スナメオヒーたちの命も尽きようとしていた時、突然大軍団の馬の馬蹄音が鳴り響き近づいてきました。なんとスナメオヒーの父親が派遣した大軍団でした。夜が明けると同時にスナメオヒーと大軍団と彼の仲間たちは悪魔の軍団に立ち向かいました。タマコとエルは魔法の力を解放し、炎の壁を作り出して敵を阻みました。スナメオヒーは剣を振りかざし、次々と敵を倒していきました。
しかし悪魔のリーダーマイサバイが現れ、彼らに圧倒的な力で襲いかかってきました。その時スナメオヒーの心に養生と富への何でも心から自信を持ち全力を尽くしなさいとの教えの声が聞こえてきました。彼は最後の力を振り絞って悪魔のリーダーのマイサバイに立ち向かいました。猫のタマコと犬のエルも魔法の盾と槍を作り出してスナメオヒーを助けました。彼らとスナメオヒーたちは協力し激闘の末に悪魔の軍団を退けました。そしてスナメオヒーは生後間もなく別れてから会ったことのない両親に初めて出会いました。その時時空の扉から猫のタマコと犬のエルの家族も魔法の森の悪魔との戦いに勝利し、彼らを迎えに来たのでした。スナメオヒーたちは両親と再会し、涙ながらに抱き合いました。両親は彼の成長と勇気に驚き、また立派な姿を誇りに思いました。タマコとエルもまた時空の扉から来た家族との再会を喜びました。その後彼の勇気と知恵、そして仲間たちの力でペンペラの国は完全に悪魔の軍団から解放されました。ミーチもまたスナメオヒーの勇気と純粋な心に再び惹かれ、彼に謝罪し、2人は再び心を通わせました。スナメオヒーは両親と共に幼き頃にいたスペック国に戻り、国を再建し平和と繁栄をもたらしました。その後彼らは彼らのアンペア国に戻り、スナメオヒーとミーチも無事結ばれました。その後アンペア国で多くの貧しき者たちを支え助けた彼の勇気と優しさは多くの人々の心に刻まれ語り続けられました。